私が中学2年生の時のことです。3歳下の妹は小学5年生で、最近学校でこんな噂が流行っているのだと、おかしな話を聞かせてきました。片側人間、なんだそれ。今小学校で、片側人間という幽霊だか妖怪だかが、学校内をうろついているのだというのです。放課後、生徒が少なくなった時間帯に、見知らぬ子供が現れる。現れる場所は廊下や教室、運動場や体育館、トイレに至るまで、学校内全域にわたる。男子が見かけるとそれは男子、女子が見かけるとそれは女子の姿をしている。最初は横向きで必ず体の右側を見せている。そして不意にこちらを向くと、頭のてっぺんからスパッと切ったように左側がない。驚いて悲鳴を上げると、右手を前に差し出し、右足だけでぴょんぴょんと飛び跳ねながら追いかけてくる。捕まると体の左側を奪われて存在を取って代わられ、今度は奪われた方が片側人間になってしまう。自分が人間に戻るには、同じ性別の子の左側を奪わなければならないということです。なんなんだよそれ。私は呆れて笑うしかありません。俺がいた時はそんな話聞いたことないぞ。そりゃそうだね。ここ3ヶ月くらいで急に出てきた噂だもん。妹目標気味で言います。だいたい捕まったら体の左側を奪われるって、そんな目にあったやつがいるのかよ。さあね。誰が言い出したのかはわからないけど、そういうことらしいよ。実はもう何人か、片側人間にとって変わられた子がいるんだって。小学生ってアホだな。私が笑うと、自分だってほんの2年ほど前は小学生だったでしょ。妹はちょっと無然とした顔で言いました。お前だってそんなもん信じてるわけじゃないだろ。私が言うと、当たり前でしょ。でもね、元になる話。というか、噂の発生元は心当たりがあってさ。妹は頬に指を当て、ちょっと首をかしげます。口裂け女、首なしライダー、トイレの花子さんなど、私の親世代、もしかしたらもっと前からあったような、学校の怪談や都市伝説が何年か周期に世間で、また限られたコミュニティで流行することがよくあります。その例に漏れることなく、妹が通う小学校全体で、往年の怪談話がブームになったそうです。その中でも、とりわけ生徒の口に上ったのは、テケテケという怪異の話です。鉄道事故に遭った少女が、上半身と下半身を歴断されてしまい、またそこが寒い地域で、血管が凍って止血されたために、即死せずしばらく苦しんで亡くなった。その少女の霊が上半身だけの姿で現れる、という実話が元になっていると言われていますが、まあ、ただの噂話でしょう。なぜかその、テケテケがやけにクローズアップされたのが半年くらい前。その後すぐに、片側人間の噂が流れたそうです。体が半分ないお化けって、そこから来てるんだと思うんよね。ふーん、上半身と下半身が切断されたのが、体が縦に分かれたってことか。その縦に分かれているってのもね、理科室にある人体模型からイメージされたんだと思うよ。ああ、あれか。確かに、小学校の理科室にある人体模型が、右側に皮膚があり、左側が筋肉や内臓がむき出しになっている形をしているのです。それがやけにリアルで気味が悪い、と私が小学校に通っていた頃からよく言われていて、怖がっている子もたくさんいました。それで右側だけの、片側人間か。なるほどね。そこに行き着くなんて、なかなか鋭いじゃないか。小学生5年生ながら、そこまで理路整然と筋道を立てて考える妹に少し感心しました。まあ、大方のところはそんな感じなんだろうけど、妹はそこで意味ありげに私の目を見返してきました。片側人間は本当にいるのかもしれないんだよね。へえ、私は少しぎょっとしました。なんかいるのか？うん、ここ何ヶ月かの間、女の子をたまに見るんだよ。妹はこの世のものならざる存在を見たり感じたりする霊感体質なのです。私もそういう体質なのですが、妹のそれはかなり強いものです。その少女は髪が長く青白い顔色をしていて、薄いベージュのブラウスと黒いスカートを履いています。その子の現れる場所は決まっておらず、教室や体育館、廊下の曲がり角に静かに佇んでいるそうですが、いっつも体の半分しか見えないんだよね。マジかよ。見えないと言っても体が半分だけしかないというわけではなく、ドアやカーテン、
曲がり角や舞台の袖から体を半分だけ出している状態なのだそうです。まあ、それは右側だけってわけじゃないよ。左だけの時もある。でも一度に正面から両側が見えることってないんだよ。どういうことなんだろうな。俺は見たことはないけど。多分兄ちゃんが小学生の時はその子はいなかったんだと思う。私が見え出したのは本当にこの数ヶ月だから。もしかしたら他にもその女の子を見たことがある子がいるのかもな。そうかもね。9割の流言飛語の中に1割の真実がある。妹ほどはっきり見えなくても、たまたま波長があって一瞬だけ見えたり、見えていなくても子供特有の感性でその存在を感じ取っているのかもしれないと思いました。その少女の正体は何だったのか。それからしばらくして妹がちょっと深刻な顔で私に話したことがありました。3年生の女の子が交通事故に遭って、その後意識不明の状態が続いたそうです。何ヶ月か後に意識は戻りましたが、片腕と片足が麻痺しており、リハビリで自力で起き上がることができるほどにはなったのですが、後遺症が残ってしまい、車椅子や杖を使わなければならなくなったのです。その子は特別支援学校へ転校したということです。例の噂が出始めたのと、その子の事故から入院していた時期がちょうど合うのです。妹はもしかしたら見えていたのはその子だったのかも。と思ったそうです。本当にその子だったのか。さあ、知らない。顔は見てないし、見る気もなかったしさ。まあそうだな、知る必要はないものな。こんな力マジでいらないわ。普段は気丈な妹ですが、しばらくの間はさすがに落ち込んでいるようでした。それから片側人間の噂は数ヶ月もすると誰の口にも上らなくなったそうです。